皆さんハロハローー、まさとです。久美子です。今回もカナダの世界遺産カナディアンロッキーからお届けしていきたいんですが、今日はバンフからだいたい2時間ぐらいのところにあるカルガリーっていう町に来ています。後ろに IKEA が見えますけど、最近私たち家を引っ越したんですが、必要な家具とかを今日は調達していこうと思います。でまず最初 IKEA に行って、その後カナダのスーパーとか韓国系のスーパーとか、あと雑貨屋さんとかにも行こうと思うので、ぜひ最後まで見ていってください。それではレッツゴー。じゃあまずカゴとかいるの？カゴにする。キャンドルってあるの？まずは今日何買うの？何だっけ？ベッドとか棚とかはだいたい買ってあるから、何だ？足りないもの？玄関マットとかそんなんか。そう玄関マットがね。かわいい赤い白のこれ。ニューってこれ？かわいくない？でもこういうやつって意外と座り心地そんな良くなかったりする。めっちゃいいよこれ。あ、いいの？しかも150ドルみたいな。意外とこういう椅子とかだとこれもかわいいやん。1万円ぐらいなんで、めちゃくちゃ高いわけではないですね。でソファーのカバーも見てみる。いや、ソファーはとりあえずグレーでいいんやろ。グレーでいいやけど、本当にあるんかどうか。買ったソファーのとこ行ってみたらあるよね。なんかこれよりでかい気がするんやけど、気のせい。それってまさにそれじゃない？これこの前買ったソファーがこの左みたいなやつ、これの足なんだオットマンがないタイプのやつ、結構ね大きめ。これと一緒サイズ？多分これじゃない？大きさで言うとこれ。なんかパッと見ちっちゃくね。横になれる大きさよね。左でもよかったけどね、別に。実際ね。いいんじゃない？でかい方が。全然大人一人全然横になれる。この辺とかでチャチーやんなんか。これとかね。あ、テーブル。そうリビングに置くこういうちっちゃいテーブル、コーヒーテーブルっていうんですけど、全然高いやつじゃなくていいんで、安いやつが欲しいけど、これでやん。この白これ。こんな長さいい？こういうのもこんなんで全然十分。値段で言ったらこれ4000円ぐらい？4000円ちょっとなんで、全然。どっかにメジャーないんだよね。確かに。でも多分全部下にあると思う。これの白があればやる。これこれ細すぎ？ないと思う。メジャー？メジャー多分ない。じゃあメジャーをブチって紙のやつよね。これ意外に便利ない。この間も何も測らずに来たから。なんか紙やからダメになってもショックじゃないっていう。取ったんやけど間違えて捨ててしまった。この前食器はあれやろ、友達にもらったから。これコースターっていうの？これなんていうの？鍋敷き。こんないらんけど。多分下のキッチンコーナーにあるんだよ。でもほぼこれ上に用事ないってベッドぐらいか。あ、ベッドもう一回見る。椅
椅子これじゃない？あ、これじゃん。そうそう、今ねダイニングテーブルの椅子がちょっと買ったやつが結構高さが微妙だったんで、新しいのを買い替えます。このカナダは結構あれよね、返品が簡単やからいいよ。これ座ってみ、自分が。なんか倒れんやん。倒れる。そうすると倒る。あ、そうなんや。なんか多分止めれるんじゃない？止めれんかった。で今のこの前買った椅子が多分これぐらいあるんよね。めっちゃこうなるから、下がってくれた方が全然やりやすいわ。まあそりゃそうよね。ちょっと高いもんね。これにしよう。色黒とベージュ。ベージュやろ、普通に考えて。だったらこっち、これかこれやったらこっちやろ。いや普通にベージュやろ。しかもこれめっちゃ安いって。なんか安くなっとるね。近寄ったら分かる。$80ぐらい。これにしようや。こうやったら家にも合うよ。なんか洗えそうだし。決まり。これにします。で今平日やから人がね、あんま若い人おらんよ。お、ベッドゾーンが広がっている。本当やね。マットレスをこれまた買ったのがちょっと柔らかすぎるんで、なんかないかな。ここがマットレスゾーン。ファーム、ミディアムファーム。ミディアムファーム。名前で言うと VA から始まるやあ、これだ。つ。これファーム？クイーン、これファームじゃないけど VA だけ見ただけ。でもなんか厚さ的にこれな気がする。あ、これ柔らかいだね。めっちゃ柔らかいやんこれ。あった、ここだ。こっちが今あるやつ、家に。あ、違うの？でこっちがどうかなって言ってるやつ。何が違う？これ厚さがちょっと違うらしい。でもなんかここもなんかちょっと違うけど、映ってなかったじゃん。まあ行ってみて。映ってなかった。まあそれはこれ前ねちょっといやいや、前のやつはもう古くて売ってないよ。どんな？まあそれはちょっと厚さは感じるけど。こっちが古い、こっちが今のやつ。マジでどっちでもいいんじゃん。別に何も変わらんのに。嘘。いや厚さはそれはもちろん違うと思う。寝心地一緒？じゃあ買えんでええか。なんかそれは硬いちょっと。それはちょっとなんか硬さはあるこっちは。ちょっと花瓶買おうと思っちゃう。子供コーナー。でもこの辺はなんか日本のね IKEA と一緒じゃない？でも日本の IKEA のクマが欲しいのないもん。奥に恐竜とかもいっぱいあります。子供のものめっちゃ可愛いよね。見てんこのベッドとか頭。もうね IKEA なんかちゃんと買おうと思ってくるとすぐ夕方になるよね。でもこの間すごかったよね、時間のタッチが。よし OK。 下移行した。はい、モデルルームコーナーは終わりです。じゃあ下に行ってピックアップしていきましょう。世の中の男性は分かると思うんですけど、久美子は目を離すともうすぐにこんな感じでどんどん物を入れていきます。入れてないじゃん。これいるかどうか分からんやついっぱい入ってかわいい。鍋敷外交。まるでルンバかのような。これやっぱり買った方がいいんじゃないの？硬いやつが。だってまだ違うところにあるかもしれない。キッチン用品コーナーで。布もあるよ。木のがええかね。これでまあでも同じぐらい。でもいつもいらんくない？まあまあ
このブロッコリーなんか面白いな。100円ぐらい200円ぐらい。これやとちょっとあれかね、薄いかね。ちょっと触ってみて。なんかなんか木の硬いやつがあった気がする。3つセットの鍋敷を買いでもます。結構焦げつくよ。いいよ。まあ3ドルぐらい、1個100円ぐらいなんで、まあダメになったらね捨てればいい。スプーンのでかいのって単品で売ってないんかね。まあ大物で見ればいいかそれ。まあでも食器ね、意外と IKEA の食器って高いんよね。物としていい、でも別になんか良さそうでもないよね。大物だな。ちょっと大物でスプーン。これとかなんかこれだけで20個か。そんないらんのよ。これ4つで2000円とかするから。ブランケット。あ、この辺なんか。これ何？ここマットじゃね？外のクッション、ピクニックブランケット。あの辺？この辺じゃないブランケット。そうそう。ちょっとね、ソファーに合わせるブランケットが欲しいなと思って。それは私が言ったんじゃないよ。マーセトが欲しいって。いやいや、久美子でしょ。だいたいソファーで寝るの。俺寝たことない。この色あんまり好きじゃないの。奥にいっぱいあるじゃん。でもこれやとなんか熱すぎん？それじゃないやろ。あ、これや、見よったやつ。これやろ。そうそうそう。これなんてもう本当麻布みたい。でも別にいいか。意外とこれ黄色のブランケット。これはさ、なんか大拭きの柄でめっちゃいい。で、これがどんぐらい？あ、ここあるやん。ないんか。これだ。1500円ぐらい。結構ホコホコになるけどれ？これ。悪くは色的に悪くはないんじゃない？じゃあ買います。どれ？これ。はい、じゃあこれお買い上げです。今回のお家はグレーと黄色というコンセプトにしております。ね、この前 IKEA のクッションここで買ったけど中身が信じれんぐらいフェニャンフェニャン。そうそうペニャペニャすぎて使い物にならないっていう。買うときは中と外別のやつじゃなくてくっついてるやつがあるよね。こういうやつ。もう最初から中と外が一緒のやつがいいと思います。1個でいいって。2枚ちょっと今やったら1枚これだって収まってない。とりあえず1個でいい。いけんちゃ揃えんといけんちゃ。1個とりあえず1個でいいじゃん。で結局そしてまた買うんや。ほらこれも隣でも買いたい奥さんと買わせない夫の戦いが隣できました。これにしようや。でかくない？これぐらいいるっちゃ。いらんでかいってマジでいるっちゃ。でかいっているっちゃ。なんでめあれじゃないこの辺やない。なんであったどこ右奥行ってもう長年というか結構長い間探し続けたこれ洗濯かごが見つかりました。そうそうこれ買おうや。見せてこれが欲しい。これ良くない？大きさ。こんなおじいさんおばあさんみたいな。大きさ良くないかっていう。別にいいよ。別にいいよ。上とかにもこの辺あるけど、これなんか取っ手の位置が離れすぎてさ。それは違うよ。これつけて洗うってない。持ちづらくない？なんかこの辺のこういうやつもなんか違うし、こういうなんか布系も嫌じゃん。こういうの。待望なくすげえずっとこの間来たっていうかもう3回ぐらい来てなかったじゃん。いやってなるかと思ったらこんなクッションもない。口悪すぎんこの人。はい、じゃあ次は玄関マットです。外にも引いてるけど中にもちょっとちっちゃいのが欲しいな。いることが判明したよね。まあこんなんでもこっちねなんか割とこういう外でなんていうのたわしみたいな
泥を落そうそうそう、とす系よね。落とすのが、一般的というか、日本みたいに玄関が完全に分かれてるとこあんまないので。なんかその茶色のぐらいしかサイズ的に、もうあとラグやし。こっち見てみて。この前買ったのこれよね。これが家の前にそう、可愛い。あるから、私たちの家すぐ分かると思うんですけど、これじゃなくてこれは外に置いてます。中に置きたいやつ。これもちょっと薄っぺらすぎん？中やからね、薄いのでもいいけど、ここでやん、大きさ的に。安っに、これとか2ドル。ちっちゃいけど、それだったら茶色のこれはダメ。これ、なんかさっきのガサガサじゃなくてちょっとタオル生地っぽいやつ。でもなんか麻って言うんかな、日本で言うとよくわからんけど、いいんじゃないこれで。とりあえずこれで様子見ていきますって感じ。はーい。これがいくら？色的には4ドル 3.99、4ドルなら全然めちゃくちゃ高くはないね。てかむしろ安いね。すごい。なんか可愛いのがあるときとないときが多い。時計、時計やっぱあった方がいいなって思ったやろ。なんか時計あった方がいいよね。すげえね、ここやない時計。これでいい、これでいい。時計なんてこれでいいです。こんな感じ。時計なんて何でもいいんで。でもちょっとないと不便なんよね。そう、この後ろがちょっと透けてる、めちゃくちゃ、お部屋を邪魔せない。めちゃくちゃチャチいやつ。はい、お買い上げします。あとはもうでかい倉庫でピックアップするだけ。緑コーナーです。結構こんな感じで増加充実してます。ここが全部増加ゾーン。リアルなやつ面倒くさいから、こんなんで十分やね。十分やね。結構大きいやつもあるもんね。この辺とか割と大きめ。これいいんじゃない？これ嫌いなんかいい。この下のやつこれぐらいやったら、なんかしかも9ドルやで。でもこれはちょっとなんか、もうちょっと大きい。いるんかって言われたら別になくてもいいっていう。でもあったらなおいい。あったらいいけどね、別になくてもいいやつだから。ちょっとでかすぎんこれ。身長ぐらいあるじゃん。やっぱこれかね、間を取って。いやだって空はこれがいいけどさ。どこに置くの？テレビの横か暖炉の横。チャチすぎんこれ。なんかでも大体全部なんか安くなってる。なんでやろう。でここからは倉庫ゾーン。日本にもある IKEA と一緒ですね。なのでちょっとでかいカートを持って進んでいきましょう。レッツゴー。まずはコーヒーテーブルと椅子をピックアップ。どこに？あれに書いてあるのか。そう、写真の下にね書いてある。11。ここに何があるの？テーブル。テーブルを取りに行きます。11の5。この辺。これじゃラックのこの子。これ？ホワイト。ちょっと待ってよ。904-49905。そう、この品番をちゃんとチェックしてピックアップしましょう。これ？取れる？これ取る？こんな感じ。これぐらいなら車に乗るからね。よいしょ。はい、OK。はい、じゃあ続いて椅子を取りに行きます。20番の通路です。何番っつったっけ？20の。いいや、奥に行って20の48。まだまだ。通路の名前と通路の中の番号を、付け合わせていくって感じ。48番なんで結構奥の方です。
004-92205、これですね。色がベージュ、じゃあこれを2つ取っていきましょう。重たっよいしょ。ごめん、でも組み立て大変。まあ組み立てはね、どうせ俺がやるんやろはい、じゃあ行きましょう。だいたい買えた？じゃあお会計に行きましょう。この間来た時、なぜかマサトはこの観葉植物を買おうとしてました。謎にこうやっていろいろバルコニーのディスプレイとかがあって可愛いですよね。カルガリーに IKEA 1個だけ店舗あるんですけど、この右側はなんだろう、中古屋さんみたいなのがあって、家具安く買えるんですけど、包丁とかね、新品が安く置いてあったりするので、もし時間があれば立ち寄ってもいいと思います。意外に掘り出し物があったり。そうそう、この前包丁めっちゃ安かったよね。あとなんか可愛いお皿とかもこんな感じで、テーブルもね、仕事で使うテーブルならマジここで買えばいいと思う。これとか良くない？でかっ。400ドルが150ドルぐらい。安っ。半額以上じゃん。安いと思う。いくよ。よくないこれ？てかこのテーブルの高さを変えるっていう発想もあったね、実は。確かに椅子を変えずに。でも椅子がさ、でも結構コンフォタブルじゃん。まあね、椅子が動いてくれた方が楽っちゃ楽やけど、じゃあセルフレジで買い物しましょう。はい、じゃあ買ったのはこんな感じ。割と買いました。でこれからトランク積んで帰るんですけど、 IKEA で買ったらレシート絶対保存しておくようにしてください。365日かな、開けなければ返品できるそうです。で、カナダで車に物を置いておくときは絶対見えないところだから、こういうトランクとかに入れておいてください。窓割られたりします。じゃあこれから積み込んで、次はカナダのスーパーに行ってみようと思います。はい、じゃあ次行くのはどこ？リアルカナディアンスーパーストアっていうのは何なんですか？なんか食品とか、日本でいうなんやろ、ミスターマックスみたいな感じ。普通のスーパーやろ。じゃあここに行こうと思いますが、とりあえずね、今日これ天気めっちゃ良くて、今気温が20度ぐらいです。めちゃくちゃ体感的には暑いですね。もう夏よね。夏ね、暑いね。ちょっと前まで本当マイナスだったんですけど、家出るときは寒かったけどね。そうでこのスーパーバンフにないんよね。バンクーバーに住んでた時に。でこのスーパーは、バンフの周りには系列のスーパーとかもないんですけど、バンクーバーに住んでた時に結構使ってた感じ。ちょっと野菜コーナー行ってみる？せっかくなので野菜コーナーとかを見て回っていきましょう。バナナが大量に売ってあります。量り売りが基本ですね。1ポンドあたりいくらみたいな感じで、反対側にもキウイとか、柿があるじゃん。すごい。初めて見た。柿がある。あとドラゴンフルーツとか、こういうなんか陳列の仕方は海外っぽい感じ。アボカドとかもありますけど、ライムよくお酒に使ってますけど、これも安いですね。でこのスーパー結構生鮮食品、野菜とかが綺麗よね。比較的ね。カナダのスーパーで野菜買うと平気で腐ってることがあるんで、玉ねぎ買ったとしても6個入りとかだったら1個腐ってるのが普通みたいな。今日はこれからまだまだ買い物するんで、ちょっとこういう生鮮食品は買えませんけど、玉ねぎ買ったこんな感じかな。
で野菜も、パックに入ってるのもあればこんな感じで、日本と違うのかむき出し日本とはちょっと違うよね。むき出しみたいな感じで、こんなネギとかも意外とね、あってネギが安いね。こんな感じで、慣れればなんてことはないけど、量り売りで必要な量だけ買えるのでエコっちゃエコよね。無駄な買い物をしなくて済むっていう感じです。じゃあ今日は暑くても大丈夫そうなやつ、スパゲティとか、あとはお酒飲むんでその割るソーダ系を買っていこうと思います。どこやった？まずはじゃあスパゲティかな。この辺にあるんじゃない？スープ缶もめっちゃあるよね。めっちゃある。もうぶっちゃけどれがいいのかわかんないですけど、いろいろ試してみてください。おすすめなのはその辺で地元っぽい人が買ってるやつを買うっていう、聞いてもいいよね。それ美味しいのとか、よし、じゃあまずは麺というかパスタ麺を買っていきましょう。これじゃない？これ違うパスタ、この辺か。これ2ドルなんぼ？3ドル。それだと美味しくないよね。リングイね。でこのユニコって書いてあるパスタ麺が割と一般的なんですけど、私たちがよく食べるのはリングイね、ちょっと平べったいやつ。気持ち平べったい、フェットチーネより。そう、このブランドのフェットチーネはマジ極太なんで、ちょっと極太すぎて美味しくないよ、これからのはフェットチーネがいいと思います。リングイネ。リングイネがいいと思います。どうする？リングイネでこのカナディアンスーパーストアのなんかオリジナルブランドがこんな感じで、だいたいこういう黄色いパッケージに入ってて、なんで黄色なの？あんま美味しくなさそうよね。このフェットチーネでいいんじゃないかな。リングイネじゃなくてスパゲッティしかないんか。そうスパゲッティフェットチーネ。そんなにこのフェットチーネはそんなに極太じゃないんでいいです。これ1キロぐらいで値段がこんな感じ、250円ぐらいは2つぐらい買っておきましょう。さっきのユニコってやつは3ドルぐらいなんで、50円ぐらい違う感じです。スパゲティだからね、そんなに大きく味が変わるわけじゃないと思うんで、この辺が、日本人ならちょっとお世話になることになるであろうカップラーメンコーナー、この右側のカップラーメン見たことないのがいっぱいあるんですけど、こっちが袋麺、ちょっとパッケージは違うんですけど、札幌一番の醤油とか、この辺はチキンかな、チキンの袋麺なんかな。で下の方はこれは何だろう、ビーフビーフ味ってよくわかんないけど、そんなのもあったりします。ほい、じゃあ次。なんかちゃんとあるね。全粒粉のパスタとかちゃんとあるね。パスタソースとか見てみる？次トマトソース買おうか。これが安くなってるけど。トマト缶？トマトソース？これが1個2ドルぐらいで、やっぱバンフに比べると圧倒的に安いよね。バンフのスーパーはやっぱちょっと山の中にあるから高い、しょうがないんですけど、カルガリーに来ると、割と安いというか、そうね、なんかイメージ的に日本の 1.5 倍みたいな感じの値段かな。どうする？缶にする？それとも蓋付きの瓶にする？でこういうトマトソーススパゲティとかに使うやつは缶で買うと、このサイズだと、こんぐらいの大きさですけど、2人で2回分ぐらいあるかな。保存が効かないんで、できたら瓶の方が便利です。移し替えんといけんからね。とりあえず買う？どれ？それでいいんじゃない？なんかどれ？どんな？トマト、そうバジルが入ってる。なんかプレーンのやつとハーブとか入ったなんか2つぐらいあるよね、大体。これどれぐらい入ってるの？640ミリリットルで、2人で2回分で3ドルぐらいなんで、トマト缶使うよりトマトソースのこういうやつ使った方がやっぱパスタ美味しい。
なんか上手にできる。美味しいということを最近知った。そうそうそう、これまでトマト缶を使ってたんですけど、なんかやっぱべちゃべちゃになっちゃう。かたくなにトマト缶にしとったけど、でこの辺がポテトチップスコーナーです。まあ、このドンタコスってこれ日本にもあるの。あるある。まあ、こんなのもいろんな、まあ、でもいろんなフレーバーがあるのはカナダのやつっていうか、ね。でカナダのポテチといえばというか、まあ、アメリカにもあるんですけど、こういうレイズっていうこういう感じのやつで、まあ、これもいろんな種類があるんですが、カナダといえばこれケチャップ味。これなんかね、カナダにしかない。プリングルスもこういうケチャップ味あるんですけど、結構ねぶっちゃけ好き嫌いが分かれる。うん、好きな人は好きよね。そうそう、まあ、まずはちっちゃいやつ買って試してもいいんじゃないでしょうか。ただやっぱ値上がりしたね、かなり。これ2個で800円ぐらいです。1個400円のポテチって意味わからん。ね、日本だとないよね、逆に探しても。でもこのポテトうまいよね。ツナ缶。どれいや前どれ買いよったっけど久しぶりすぎてよくわかんない。どれがツナ缶なの？これでこれ1個が1個がいくら？大体まあ1ドル50ぐらい、150円ぐらい150円ぐらいで、これパックドインウォーターやから水煮ってことやろ。オイル漬けどこにあるんやろと。オイル漬けなんてあんの？日本でいうザみたいな。似たやつがそれなんじゃないの？左側にあるやつ。これ全部見たけど全部一緒なの？ウォーターだと思う。いやオイル漬けってでもだってオイル漬けにされてるだけが生なんじゃない？じゃあ違う、一緒。ほらこういう感じよだけ。それはオイルなの？絵的にオイルじゃない。絵的にオイルどういうこと？まあこんな感じ。ツナ缶も普通にまあいろんなブランドが出してますけど、大きさは日本と同じぐらいですね。まあいっかそれで。とりあえず買ってみたらか。2個買ってこう。で缶とかもよく見ないとボコボコになってたりするんで、これは大丈夫なやつ。こうやってね、気づくとここのスーパーに来るもうこのブランドの品ばっかりになっちゃうんですよ。やっぱ安いんですね。この辺は何？ピクルスコーナー。これやっぱユニコっていうなんかこのブランドとか、まあ、オリジナルブランドもあるんですけど、一番美味しいのはこれ、このビックスとかいうやつ。これのこのオリジナルブランドは美味しくないで、まあ、安いからって言って飛びつくと結構ね後悔することもあります。これ結構お酒のおつまみとかにいいんでちょうどいいよね。買って食べるとなんかまあ漬物の代わりかな。そんな感じで美味しいです。で今日は生鮮食品とか冷凍食品買わないんで、なんか加工品ばっかり買うような感じになりますが、次はドリンク、ジュース。そう、このカナディアンスーパーストアはジュースが安いのよね。でジュースってこう、まあ、普通にコカ・コーラとか並んでますけど、正直どこで買っても中身は一緒なんで、こういうところでまとめて買っておくとお得です。4つまで。トニック。でもこれ美味しくないんじゃない？ここ甘いっていうね。じゃあクーラーあっちでいくか。それかソーダ割りでもいいし、普通のクラブソーダっていう、まあ、炭酸水がこれ2リットル、いくら？150、まあ200、まあ、150円ぐらい、まあ、もうめんどくさいからカナダドルだいたい100円で言ってますけど、まあ、こんなのも買ってもいいし、でも缶のやつもあるしな。後ろ向くと、まあ、なんだろう、香りがついた炭酸水っていうのもカナダは割と充実してます。こういうとかスイカ味です。こういうオレンジのクラッシュとかいうやつとかドクターペッパーもゼロとかがこんな感じ。ドクターペッパーのノンカロリー0キロカロリー、これ1人4本まで買えるんで、まあ、2つぐらい買っとく。コーラよりペプシの方が美味しいんですよ。でペプシもこんな感じで0キロカロリー、まあ、普通の日本でよく見るこんなやつもあるし、
ダイエットペプシとか、あとこれもカフェインフリーのやつ。カフェインフリーじゃん。カフェインフリーじゃなくていいの？普通のやつの方が美味しい。でこれはさっきの安いやつは150円ぐらいなんですけど、これ200円ぐらい。まあ日本と同じぐらいかな。日本って今2リットル 1.5 分からんけど、これとまあこのねカフェインフリーのちょっとあんまり好きじゃないところはちょっと微炭酸になってる。あ、そうなの？そうこれがねあんまり本当コーラの味に敏感よね。炭酸好きとしてはよし、はい、見てみて。炭酸好きっていうかコーラ好き。見てみて、これこんぐらい買いました。まあ10本ですね。じゃああと何買う？なんかちょっとお菓子かな。結構ね見たことないポテトチップスの味とか、まあ、この辺の黄色は相変わらずオリジナルブランドです。これはケチャップ味あるんでありますね。これも150円ぐらいなんで、まあ、まずはこのケチャップ味試してからでもいいんじゃないでしょうか。はい、じゃあ遠くから久美子がケチャップ持って帰ってきました。あ、ケチャップじゃない、ポテチ持って帰ってきました。なんかあった？これ私のお気に入りスナック。どれ見てて。そうこれ何なんかチーズ味で、プレッツェル以外は全部チーズ味のナチョスとか、マンチーズって書いてあるね。そうサンチップスとかなんかいろんな、そういろんなブランドが混じってる全体的にはチーズ味のチップスってことね。これで400円ぐらい。高っ。3つぐらいサイズがあって、これが一番ちっちゃい。ちっちゃくて4ドルするの？でも全然安いよ。高バンフより。何やる？サワークリームオニオンとレギュラーのでこっちが塩。普通の塩。まあ1個150円ぐらいやから安い。安いというかさっきのこのチーズ高すぎやろ。まあええけど、まあ、たまにバンフにも売ってないものもあるんで結構楽しいですね。まあ、お土産にも最適なんですけど、このアホイチップスっていうこのチョコクッキーが結構人気というかおすすめ、美味しいです。でいろいろこうチェリーって何？チェリー、まあわかんないです。こんな感じとか、まあ、これがオリジナルですね。チューイーなんじゃない？あ、チューイーだ。うん。チューイー、ネチョネチョ系ってことね。でなんかこういろんな種類がありまして、ただ意外としっとり系なんですよ。こっちオリジナルブランドのやつの方がサクサクで美味しかったりもします。今日はちっちゃいのにしよっかな。でもなんか結局アホイにするの？こっちかな。でもなんかアホイのがうまいって言った。いややっぱりちょっと私はこっち派なんで、これかな。1個買っとこうかな。このチャンクっていうチョコをこう粗めに砕いたやつ、これを買います。これ多分ここにしかないよ。カナダに、日本にないと思う。何それ？あ、でここは何のコーナー？オレオコーナー。見てこれ、オレオだけでこんなにあるっていう。あっちまで、ここまである。こっちもオレオなの？うん。まあちょっとミニオレオで、まあ、いろんな味があって、日本と違うのは例えばこれ、この季節限定だけど、何これ？普通のオレオにチョコがコーティングされてるやつ。あとはこれダークチョコレートバージョンとか白いやつとか、これねカナダっぽいですよね。これグルテンフリー。どういうこと？グルテンフリー？小麦が使ってない。どういうことって思うけど、まあ、こういうのもあったり、あとこれ面白いのはこれもう夢が詰まってるこのメガスターフっていう中のやつ2倍ぐらい入ってるっていうのもあるし、ハッピーバースデーケーキ味、中のクリームがつぶつぶみたいな。であとはこの逆にシンって薄いって意味です。通常のより薄いやつもあったり。珍しくないこれ？ね、オレオじゃないじゃん。そうそう。まあオレオは日本でも馴染みがあるんで、違うバージョンを買って帰ったりするとお土産にいいよね。うん。でもう一個カナダでおすすめのお土産はこれ、コーヒークリスプっていうお菓子、チョコのお菓子なんですけど、だいたいこのキットカットとかある欄に置いてあります。うん。
でこういう、まあ、小分けばらまきとかお土産に使えそうなやつとか、あとはちょっと大きめのサイズがあったりするんですけど、これ結構美味しいんでおすすめなんですが、注意点これオーヘンリーっていうめちゃくちゃもうほぼ一緒じゃないみたいな色味のパッケージ、これ違うんで、これちょっとあれよね、注意、ちょっと美味しくないよね。ネチョネチョ系のお菓子なんでこっちです。コーヒークリスプ間違えないようにしましょう。じゃあこれから会計して次の場所に向かっていきましょう。今からレジでこうやって自分たちで置いてきます。カナダはあまりカゴに入れていくっていうよりもカートにそのまま直接ぶち込んで自分で並べます。終わり？終わり。さあじゃあこれからランチです。バーガーキングに行きます。バンフの周りにはバーガーキングないんですよね。ない。 A&W っていうバーガー屋さんばっかりできるんで、バンフに行くとき私バーガーキング派なんでいつも来てます。じゃあ行きましょう。何店舗もあるもんね。そうね、カルガリーには。よいしょ。Hi, how are you? Yeah, I'd like to get this offer. Yeah. And could you add extra onion for both? On Whopper both? Yes. Yeah, heavy onions? Yeah. Yeah, okay. That's it? Yeah, that's all. Yeah, okay. Whopper, 2 Whopper. You want cheese on it or not? That's fine. Yeah. 2 Whopper with heavy onion? Yeah. And 2 medium fries, Yeah. medium coke. That's it? Yeah, that's all. Yeah, to stay or go? To here. To here, okay. It's $18.35. You can Okay. go. じゃあワッパーってやつを2つ頼んだんでちょっと待ちます。それまでドリンク飲んで、まああんま関係ないんですけど、飲み放題っていうのがポイント高いですよね。これから暑くなってくる。よし、はい、じゃあ到着しました。ワッパーとあとポテトとドリンクです。でワッパーエクストラオニオンってしたんで、まあ、見た目はあんま変わんないですけど、なんかこんな感じ、結構ボリューミーです。じゃあ食べていこう。はい、やっぱうまいよA&W のやつはなんかなんだろう、肉そのまんまって感じ。肉肉しい。こっちはなんかスモーキーな感じよね、で量も十分だし、でこんな感じで食べていきましょう。店内はこんな感じだけど、まあ、割とバーガーキングってそんな混んでないよね。なんかしないけど。そう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 。どうぞ。安定の肉肉しさとボリューミー、美味しい。でまあこんな感じで、まあとりあえず食べていきましょう。はい、じゃあ続いてのスポットに到着しました。ここは大桃ジャパン、日本の100均の商品が売ってるところですね。ジャパンリビングって書いてあるもんね。なんか結構品揃えはセリアのが多いって聞いたことあるけど、なんか何を探してんの？なんかキッチンのちょっとした小物とか、なんかいいのがあればなみたいな。久しぶり、1年以上ぶりに来るのです。普段あんま来ないんですけど、まあ久しぶり、たまにはってことで行ってみましょう。100均じゃんここ。これとかね。これ何？スポンジスタンド。化粧品コーナーってこと？ネイルのものもあるやん、ここに。素晴らしい。ネイルがないだけ？じゃあ
の店の雰囲気だけ見たら100均やで、ダイソーって書いてあったら分からんよね。すごいね、スリッパとかもあるし、なんか値段で言うと、例えばこれとか手袋、日本だと100円ぐらい、3ドルってあるんで、これぐらい、まあ3倍ぐらいって感じかな。クロックスもあるじゃん。でスマホ立てとペン立て、先とか見てん、細かい収納いっぱいある。白いやつがいいんじゃない？いいね、色別に分かれてるって感じか。こういうのもいくらなんだろう。ああ、3ドル、ピントが来るか。3ドルちょっと、400円ぐらい。まあ海外で100均のもの買うって考えれば、まあこれぐらいはするかなって感じでしょうか。ここで3ドルとか出すならちゃんとしたとこで買うわ。手芸コーナー？いや、手芸したいなと思って100均、日本のやったら100円で全部揃えるけどさ、ここ一つが300円とかするから、普通に手芸屋さん行った方がいい説。すごいね、こんなキッチン用品とかも全然、調理洗濯のネットとかもいっぱいあったり、まあ、3ドルなら変に IKEA とか行くより実はこっちの方が揃うんじゃないかっていうぐらいいっぱいある感じ。何探してるの？スポンジ、どういうスポンジ？洗面台とかちょっとシンク洗う時の用の、いつも今これ使ってる。これ何だ、どういう特徴がある？これピタって鏡とかに貼り付けれて場所取らんし、なんていうの、草汚くならん、濡れてカビ生えたり。貼り付けて使うたら貼り付けれるってことね。そうそう。じゃあお買い上げ。じゃあこれはいいな、これか。すごいすごい。日本のこれご飯茶碗とかも充実してます。で、奥の方に行くとこういう丼系もいっぱいあるんで、まあ、うどんとかラーメン食べるときにもいいんじゃないでしょうか。すごいね。何これ？スプーン、大きめのスプーン、カレー食べたりとかしても色気にならん系のやつ。オッケー。はい、お買い上げ。はい、じゃあ買ってきました。主には結構キッチン用品、新しいスプーンとか箱の収納とかスポンジとか結構便利グッズを主に買いました。やっぱ日本ならではのものは使いやすくていいですね。10点ぐらいで36ドルだったんで、まあ4000円ぐらい。だから1個はいくら1個が300円、だいたい300円ぐらい。まあね、高いけど日本のものが手に入るのはいいよね。はい、じゃあ次は H マートって言って韓国の食品が売ってるとこ行きます。次は H マートエイジアングローサリーって言って韓国とかアジア系の食材がたくさん揃ってるところです。結構安くて新鮮でおすすめです。じゃあレッツゴー。チョコパイが安いけど、これあれじゃん、マシュマロのやつやね。マシュマロタイプのやつだ。あんま好きじゃないんだよな。これうまそう。ここの韓国料理屋、韓国のスーパーは冬ぐらい、半年ぐらいしたばっかよね。最近できて、まあカルガリーの中には何店舗かあるんですけど、いつも行くコストコの近くにできたんでよく来てます。これ大好きなやつ、チョコレートのサクサクのお菓子で、半額ぐらいになってるんですね。これ美味しいんでいつも買ってます。のぐりも安い。のぐりが安いのでね。のぐりって何？韓国うどんみたいな感じだけど、日本でも結構売ってて。のインスタント。カップラーメン、カップヌードルエリアか。
インスタントヌードルエリア。こうカルガリーには、T&T っていう中国系のスーパーもねあるけど、この H マートがなんだかんだで一番安くこういうのは買えると思います。ものによっては高い安いあるけど、トータルで考えるとここが一番いいよね。ジンラーメンとかいいのこれいつも買ってんじゃん。いらない？ジンラーメンかそのあれにしようかどっちか。まあインスタント麺は賞味期限長いんで、いつも3つか4つ袋ぐらい買ってます。こうやってね、日本のものもある。そうそう、日本のなんかこれで日本にも売っとるんかい。味噌ラーメン売っとるやん。とか、まあ、焼きそばもあったり、これ札幌一番これ、塩ラーメンとか、あと海外バージョン醤油味とかも売ってあります。We don't have the stuff right now. Similar, but this the green one is a little more soothing. スリSo すごい有名なんで、このなんていう、これ知らんかったけど、このブランド。ここってあれよね、なんか食品だけじゃなくて化粧品も結構充実してて、店員さんに相談できるんやろ。なんて言った？なんかこれ私はこのブランドが気になっとったんやけど、それよりもこっちの方が大きいし、カプセルとかもあって、もっとなんかちょっとよくわからんかったけど、なんかでかいのが好きとか言ってでかいから結構イナフに使えるし、割ともっとこっちよりも結構なんていうテクスチャーいいや的なこと言う。あっちよりも種類は違う。こっちはなんかスキントラブルの方におすすめやけど、こっちはなんかモイスチャーとかそういうのがいいって言って、でもこれなんか安くなっとんよね。はい、じゃあ化粧品を買いまして、次は私がいつも買ってるキノコたちを買いに来ました。ここ結構ねキノコが充実してて、ニラも買っとこう。そうそう、こんな感じでパック詰めされたニラがこれいくら？3ドルちょっとであるんで、これ結構な量で見せてる。日本でいうと2束ぐらい入ってると思うね。まあ冷凍保存もできるし、1回買っとくとね1ヶ月ぐらい持つよね。まあパッと見る限りあんまり悪いものも売ってないよね。割と結構綺麗。野菜綺麗だと。まあこの辺はよく、まああんまカナディアンと変わんない感じかな。でも見てみて。じゃあ安い。ネギ。太めのネギもこれ日本で見るようなネギ。普通はねこんな小ネギばっかりやけど、こういう日本で見るやつも売ってます。パプリカだって安くない？こんなに入って5ドルよ。5個入って5ドル。普通だとどんぐらいするの？1個で3、4ドルするから。1個で3、4ドルもすんの？じゃあめちゃくちゃ安いじゃん。よく安くない？てか高すぎじゃない？だけいつもパプリカ安い時買うじゃん。パプリカ値上がりしすぎよね。なんかここ数年ぐらいで。ただー、キノコゾーンです。どんなキノコがあるの？しめじ、えのき。これは何？しめじ。ホワイトしめじ。めっちゃいいよね。だって2つで2ドルよ。1個1ドルじゃん。でこれはえのき。えのきなんかもえのきは1ドルしないよ。まあ一緒やん。これしめじやったっけ？しめじと同じで、これも1袋買う？2つ買おうかな。1袋で1ドルぐらいなんで、これ日本でもそんなもんじゃない？なんでこんな異常にお買い得な値段かは分かんないですけど、物も悪くないよね。そうそう。でエリンギもこれのが安いんかな。エリンギは2タイプ。こういうなんかしっかり太めタイプと、こういうちびエリンギの集まり。まあこっちが割と使いやすいんじゃない？こっちでも今日これが2つで安いよ。どれ？このでかいやつ。本当だ。どれ？確かにね。3つ入りかな。3本入りのこの1パックを2つ買うと5ドル。これよくなんかこういう表記は2つで5ドルっていう感じです。
これかじゃあな。これ買おうか。いいで。ほい、どうぞ。こんな感じで。韓国のスーパーマーケットはこうなんかこのカナダ海外っぽくなんかこうやって引いて歩くタイプのスタイルです。ここは韓国といえばってことでキムチコーナーでかいね。どれぐらいこれ2.5 キロとかのやつもあるし、なんかいろんなこれ大根のやつなんていうの？角的？大根キムチとか、まあ普通のキムチとかあるんですけど、なんかね意外と高いっていう、まあ値段ばっかり言ってもしょうがないけど、これとかだって持ってみて、持ってみて、このサイズよ、このサイズ、これそうそう、このサイズで3000円とかするから重たいね。まあ買うなら小さいやつで、これ小さいやつとかね。これバンフよりは安いかも。お手頃サイズはこんな感じで、これがまあ7ドルちょっとする感じ。この辺はごまです。さすが韓国料理、結構ごま使うんで、ごまも充実してて、ごま油もまああるんですけど、その隣これ見たことあるんじゃないですか。焼肉のタレなんかもあります。ありがたいですね、こういうのが手に入るのは。で今は何を探してるの？オイスターソースを見てて、ちょっと種類がいっぱいで分かんなかったんで、とりあえずなんかここどれぐらい種類があるの？これ全部オイスターソース？ここからいやこのこの辺から、この辺かな。これかがここからここまで。でどれにしたの？このなんかこのメーカー見たことあるし、これパンダのこれでも T&T とかに多分あるよね。そうそう、だからなんかちょっとよく分からんけど、オイスターって書いてあるの？オイスターフレーバーって書いてある。フレーバー怪しいけど、まあしいけど、まあちょっとでこれがいくらぐらいした？まあ500円ぐらい。まあ、こんな感じで久美子は基本値段を見ません。危ないよね。欲しいものを買う。怖いマジで。あら、言えないこで韓国の鍋とかに使うようなこういうなんていうのかれ。な。あ、これじゃんこれ。あった。そうこういう丸く薄く切ったようなお肉も、まあ、当然売ってあります。冷凍ですね、これは。なんか普段カナダのスーパーしか行かないけど、こういうとこ来ると、アジア系スーパー来るとこれはこれで見たことないのいっぱいあるし面白いよね。このプルコギのソースのタレもいっぱいこんなに。これ全部プルコギのソース。あったあった。何？だし系。どれ？すごい。このだしもめっちゃでかいのあるし。こういうこれ日本で見るね。島やだしの素。あと何これ？カツオとかイワシとか昆布のだしも売ってあります。韓国の。じゃあ次はお菓子です。これもねないよね。なんかこっちにしか、アジア系のスーパーにしかないお菓子もいっぱいあります。例えばポッキーかな、これとか日本ないんでしょ。これそれチョコ棒のやつ。そうこういうの、まあ、日本にないお菓子とかもあったり、ペペロっていうなんか謎のポッキーっぽいやつもロッテのお菓子で売ってあります。この辺はスナックル。これが何？私のお気に入りの、なんか学生時代に留学生の学校行ってた時に韓国人の友達がこれをおすすめしてくれて、それからめっちゃハマってずっと探してたけどなくて、ここに来て初めて出会ったお菓子。結局何？何やったっけが、そう、アーモンドがガーリック味のアーモンド。ガーリック味のアーモンドのお菓子。久しぶりに買おう。これでも1個10ドルとかするからすごいよね。よし。あなたは？さっき買った、まあ、この亀のシリーズのこれなんだ、コーンポタージュ味とか、さっき買ったチョコレートとか、きなこ味とかもあったよね前。そうきなこ味はもう美味しくないけど、超まずかったね。おすすめのチョコパイどれやったっけ？ね、
チョコパイは日本の人が思うチョコパイはこの辺は中がなんだっけ、マシュマロ。そうそう、マシュマロが入ってるタイプなんで気をつけて。違います。これかな、これだ。これマシュマロじゃん。これもマシュマロじゃん。これか、むしろこれでもこれ買ってこんやったかな。これか。じゃあこの安いやつがチョコパイだ。お、じゃあこれじゃん。これごめんなさい、嘘つきました。これがいわゆるチョコパイ。よし、買いましょう。チョコレートダークチョコレートバージョン。ほい。からのこの辺はそうね、キムチのなんかお惣菜コーナーみたいな感じで、キムチみたいな。で、あとはこれはフライドチキンの隣にあるチキンムっていう大根の漬物。酢漬けみたいなやつかな。そう、カンジャンケじゃん。カニつけたやつとかもあります。まあいろいろなんだろう、韓国 YouTube とか見てるとよく出てくるやつよね。そうそう。で、反対側にはこれなんかな、お惣菜やね。ポッサム。豚、これ蒸し豚。豚のやつとか、あとキンパ、この辺、キンパ。巻き寿司的なやつもあったりして。巻き寿司の具もある。どういうこと？これを自分で作れるような具でしょ。ご飯と海苔だけあれば自分で作れる。クラシックキンパって書いてある。で、おすすめのつまみがあるんですけど、あっただ、変わってる。日本でいうこれなんだっけ、カワハギ？そうそう、カワハギみたいなやつ、これこんだけ入ってるんですけど、大きめのやつもあるし、ちっちゃいこうバラバラになったちっちゃいやつもあります。こんな感じか。これ食べやすいよね。で、こんだけ入って10ドルぐらい、1000円ぐらいするんですけど、賞味期限がね、なんと今日は2024年の5月、2024年3月まで1年もある来た時にはたまに買います。今日はストックが家にあるので買いませんけど、これおすすめです。ここは干物商品がいっぱいあります。はい。で、冷凍食品も結構充実してて、こことか枝豆があります。まあ3ドル、安いやつは3ドルか。で、3ドルから4ドルぐらいかぼちゃとかで売ってあったり、煮物の具材もある。あとはうどんも、冷凍うどんも売ってあります。なんか種類増えたね。本当だ。3種類ぐらい。これがまあ一番美味しいかなって感じのうどんです。なんですけど、まあ、この辺とかだと700円ぐらいのやつが500円になってるんで、1玉100円いいよね。まあバンフまで2時間かかるんであれですけど、保冷バッグとかあればたまに買っていったりします。じゃあお会計、じゃあお会計行きましょう。さあ、それでは今日の最終スポット、コストコ、こちらとコスコっていうんですけど、やってきました。なんだかんだね、1日かかるよね。もう4時やもんね。朝8時にバンフを出てカルガリーで買い物するとすぐ夕方になっちゃいます。今から帰れると夜7時ぐらいかな。で、このコスコは多分撮影禁止なんで、今日はここが最後になります。で、このチャンネルではカナダの世界遺産カナディアンロッキーとその周りの楽しいことを、紹介していきます。これからもどんどん楽しい動画アップしていこうと思いますので、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。